ようございます。おす。皆さん、今日はどんなカスタムでしょうか？今日はね、これキヤノンデールのトップストーンカーボンかな、はい。のこの完成車の状態からサーリーのミッドナイトに乗せ替えてくださいっていう案件が来たので、それを取っていこうかなと思ってます。まずは、乗せ替えやから一旦フレームの状態にしていく、もう全部パーツを外していくっていう作業があるけど、それの前に一旦これって今乗ってるライダーの方のポジションが出てる状態が、それをまずは一旦測ります。 OK。 こっからパーツをばらしていくと、特に新しいのを買うとかなく、他全部この場合はでもだいたい多分フレーム乗せ替えってなったら、はい、ヘッドセットの企画、ここはまあほぼパーツ交換、新しいのが必要になってくるから、ミッドナイトで言ったらインセット7っていう圧入して、で上にポコッと外側に出てるような形のものになるから、そう基本はまあここヘッドセットは必ずで、あとはシートポスト、こっちもだいたいまあ丸パイプのシートポストが使われてたら結構そのまま使えることも多いけど、言っても太さが違ったりとかいろいろあるからサイズ、これの場合は 27.200、 これももうポン付けでいけますよっていう。まあ今回で言ったらパーツの規格とかで言うと、もうヘッドセットだけ、ヘッドセットとフレームだけを新しくするって感じかな。それ以外はもう今ついてるパーツで全部まるっと乗せ替えできますよっていう。で結構ホイールの規格、クリックとか、スルーアクセルとかっていうのもあるんやけど、大体の、キヤノンデールとかマスメーカー、有名なブランドとかってなったら、大体もうほぼ角で今ディスクブレーキが主流になってるし、それに合わせてスルーアクセルの規格が使われてることの方が多いから、ホイールはまるっと乗せ替えできますよっていう感じかな。じゃあもう基本ヘッドセットと場合によってはシートポストが規格に合ったものを新しく購入してもらう必要があるっていう感じですね。そうで、その規格の部分に関しては一体なんか分からんこととかって絶対あると思うから、なんか自分が欲しいフレーム、お店とか来てくれてこのフレームちょっと気になってるんですよね、で、このバイクから乗せ替えしようと思ってるんですみたいな、言ってもらったら、合う合わない、このパーツは使える使われへんっていうのは結構すぐに分かるっていうか。なるほど。そうじゃあそれはもう都度ご相談ください。そうやな。ミッドナイトってどちらかといえば太いタイヤが入るロードバイクっていうイメージじゃないけど、こっちのキヤノンデールのトップストーンはいわゆるグラベルバイクっていう車種になるから、どちらも軽快に走るとかちょっと速く走るとかスピーディーに走るっていうことが得意な車種やから、パーツはそのまんま活かしてあげてもいいし、乗せ替えた後もなんか違和感なく乗れる。じゃあ割とタイプが似てるバイク同士だったら乗せ替えやすいっていうのはそうやな、ありますよね。これを機会にパーツのグレードアップとかをするっていうのもいいから、BB を変えるもそうやし、あとは極端な話ヘッドセットか、ヘッドセットもこれ今多分純正のになってるかな、それをミッドナイトはもうクリス・キングにしてあげるっていうのもできるから、確かに乗せ替えの際にそういったちょっと細かいパーツとかもなんかついでにアップグレードできるっていうのはいいかもしれないですね。あとは、これも乗せ替えでパーツ一個一個外していくから、外したパーツの汚れてる部分とかっていうのは基本的にはクリーニングきれいにして組み付けはしていきますよみたいな。だからフレームは変わるけどちょっとオーバーホールっぽい感じのことを一緒にしてあげる。それめちゃくちゃいいですね。そうで、そのやっぱ綺麗にする作業が意外と楽しかったりするんよな。メカニック的な話になるけど、でここからはスタンドにかけて残りのパーツたちを
外していくと。終わりました。ありがとうございます。じゃあここからは乗せ替え先の新しいフレーム、はい、こっちにスイッチをしていこうと思います。最初はどこから組み付けるものなんですか？基本的にフレームのパーツをつける、下処理っていう部分、はい、今回ちょっともう先にヘッドセットだけもう入ってる状態、これがもう入ってる状態やからそれは完了してて、それともう一個下処理するところっていうのはここの BB ってここの部分、そうベアリングがここにカポってあったりが、その時にここがしっかり平らになってた方が、パーツの良さを引き出せるっていうので、そこの下処理をちょっとじゃあしていきます。はい。乗せ替えの前にちょっとパーツの全体的なクリーニングをしたりとか。ミッドナイトって割と昔からあるから、その出たての頃は 44mm 太くなってカーボンフォークとかも入りますよっていうのが結構そんなことしてくれんなよみたいな感じやったらしいんやけど、でもその時っていわゆるジャンルとしてのグラベルバイクっていうのが存在しなかったから、みんなもうシクロクロスとかのフレーム、もしくはロードバイクにディスクブレーキが主流にはなりつつあったから、もうマックスのタイヤ履かせ極力太いの、それでなんか荒れた路面とか走ってたみたいな。でその時にロードバイクのジオメトリー設計で俺らも作ってやろうっていうので生まれた感じだから、これでじゃあ乗せ替えができましたよと。完了ですか？完了です。赤のタイヤも結構いいですよね。あとやっぱ45C が入ったっていうのも結構ね、ワクワクしたね。よかったです。バランスも大丈夫そう。あとはフロントだけちょっとパツパツやけど、今日は頼んでるトップストーンの完成車からミッドナイトスペシャルに、フレームだけを乗せ替えたっていう動画でした。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。